苫小牧の郊外をバイクで走っていたら、こんな場所が見つかりました。巨大なヒグマ像。全長は5、6メートルあるでしょうか。顔つきはどことなく愛嬌があります。よく見ますと、口の中が白いんですよ。白クマだったのかも。体のあちこちに星があって古いもののようです。この巨大なヒグマ像に関心を持っていろいろ調べてみました。このヒグマ像は昭和54年、道が経営するジョイランドタルマエ内にオープンした北海道野生動物公園に由来するようです。ジョイランドは温泉レジャー施設として始まり、集客増を狙い、79年ゴールデンウィーク前に動物園をオープンしました。集客の目玉は40頭もの白クマ牧場とバスに乗って近づいて見ることができるライオンのサファリパークでした。その場所は JR 西京岡駅北西2キロのあたりでした。太陽光だらけだな。ここもか。高速だな。治安悪そうだな。バイクで来なくてよかったですね。こんなになってますよね。アスファルト破綻しているし、でっこぼこなんですよ、もう。徒歩で正解だ。まあ、こんなですね、昔のロッジみたいな宿泊施設、ね、なんか煙突とかあって、なんかいい雰囲気だ。山並みとかも多分楽しめるんだろうな。あっち側の方、ゴルフ場でさっきプレイしてる人がいましたね。ゴルフしてる人がね。で、街灯がここにコーナー、直角みたいなコーナーがあって、もう、ずっとまっすぐですね。あれ、人が歩いてますね。散歩してますね。ストップか、通ってんだから、多分地元の人が散歩してるんですよね。多分ここね、昔、この辺りが駐車場だったんだと思う。まあ、駐車場のエリアがもうなんか木がガンガンに、生えちゃってたり、白ザルとか書いてある。白クマ。白クマ牧場入り口の看板でした。サファリパークのライオンとともに集客の大きな目玉でした。虎の標識も、また動物を固定する革の用具もありました。その小屋のこのフェンスがずっとあるんですが、これは多分動物とかを展示しているようなエリアを、植物とかがあったんだろうな、これな。このまんまですね。動物の関した小屋、多いですね。ここはですね、なんかタイヤでこう、サーキットみたいな形状になっていてですね、多分ゴーカートみたいな子供が乗る、残ってます。トイレじゃないか。やっぱトイレですよね。なんかこれ、日産の R380 みたいな感じですね。かっこいい感じだな。これ乗ってお父さんとかお子さんが乗っ
ってぐるぐる回ったりしたんでしょう、こう。双葉ってアイスクリームな、売ってるやつですね。倒壊が始まってる。あれと同じだよ。兄弟だよ。白熊だね。北海道野生動物公園。お前の兄弟は、まだ日の目に当たるとこに出てるんだけども、あんたを今見に来る人は、どれだけいるんだろうか。白熊に、今日ここに来たからには、園内で動物たちに起きた出来事を思い知って帰るが良いと言われているように感じました。焼けた後からね、なんかね、火事になったって聞く。温泉の何か、スケボーのコースになってるね。なんか植木鉢とか檻があったとこがここですね。これが多分白熊とかからライオンとかがいたとこだな。人があっち側の方に立っていたんだろうな。うわ、水が溜まってる。丸山動物園の白熊のスペースとか見るとですね、やっぱなんかこれ白熊なんじゃないかなって思いますね。白熊牧場の集客高校は絶大で、国道には長蛇の車の列ができました。しかし、この牧場施設は開園当時はできておらず、白熊たちはドイツ、横浜を経由して運ばれた檻の中で鉄サビまみれながら展示されました。ここは多分動物を夜間とか、使用保管しているような、そんな建物の屋内の建物の一部。跡形もなく、こっぱみじんにぶっ壊れてますね。どうかなって。ここは多分厳重なので、高速の道路の管理予知だと思うんですね。こうなってたと。ということは、こういった山が多分ライオンがいたようなスペースだったんじゃないかなと思いますね。開園3年目を迎えようとした春先、ライオン12頭が死ぬというショッキングなニュースが、狭い飼育スペースの中で越冬している中で運動不足となり、肺炎を起こしてしまったのだ。動物園の評判は落ち、入場者は激減してしまった。その後も蚊に食いざる死亡事故が起き、収益が悪化し、電気代が払えなくなっていった。経営難に陥って電気代が止まったりして、この斜面にライオンとかがひもじく暖房もない中で
腹を空かして横たわっていたに違いないですね。そして多くの個体は命を落としてしまったという、動物愛護とかとまた全然違う次元の、状況があったんじゃないかなと思いますね。管理棟のちょっと離れたところにですね、重工碑がありましたね。これは割と新しいやつだな。お花とかも。あったんですね。そういった動物愛護上の問題を起こしたってことを痛感しているっていう意味ではちょっと救われたような、動物たちの命は帰ってこないんですけども、誠意を感じるところがあります。ジョイランドタルマエは珍しい野生動物の展示で収益を一過的に増やしましたが、ライオン多頭死亡事故が起きて倒産へ。ご感想などコメントを残していってください。